こんにちは。旅と鉄道のチャンネルです。今回は長野から始めたいと思います。この駅は JR としなの鉄道、新幹線は高架駅となっておりますが、今回乗るのは地下にホームを構えている長野電鉄となります。今回は地獄谷野猿公園に向かいたいので、こちら特急スノーモンキーで終点の湯田中まで向かってみたいと思います。ホームの反対側には特急湯煙、こちらは以前は小田急ロマンスカーで使用されていた小田急1万系となります。今回乗車するスノーモンキーの方は以前は成田エクスプレスに使われていた車両で、おそらくだいぶ変更されたかと思うんですが、こんな形で中央を境に向き合った座席配置、足元はまあまあ広いですが、リクライニングをしないクロスシートとなっております。運賃の方は終点の湯田中までは1190円、それに特急券100円が加算されるという形になります。地方小私鉄なので運賃の方はちょっとお高めですが、特急券はかなりリーズナブルな価格設定となっております。では長野駅を出発しまして、長野の市街地は長野駅を含めて4駅が地下ホームとなっておりまして、5分ぐらい走りますと地上に上がってまいります。関西出身の私からすれば長野はもっと田舎だと思っておりましたが、来てみますと意外と都会でございます。しかしながら十数分走りますと、こんな感じののどかな田園風景が続きます。さらに走りますと、今度は大きな河川千曲川を渡ります。この川は新潟の日本海に流れる川で、新潟では信濃川と呼ばれる日本で最も長い河川ということになります。では途中の主要駅須坂に到着。この辺りからの車窓はリンゴ畑が続きます。リンゴは青森が有名ですが、長野県は青森県の次に生産量が多いということでございます。ご乗車ありがとうございます。この列車は特急スノーモンキー湯田中行きです。次は信州中野です。ということで、始発の長野から33.2 キロの距離を45分間かけて走ってまいりまして、終点の湯田中に到着です。駅舎はこんな感じの古風な駅舎で、画面左手すぐにバス停があります。ここからはバスに乗り換えて15分ほどでしょうか、終点のスノーモンキーパークで下車いたします。少し離れたところから撮影しておりますが、向こうの方に見えているバスが長野電鉄バス、略して長電バスとなります。ここからは歩いて10分ほどで野猿公園に続く遊歩道の入り口にやってきました。ここにはモニターがありまして、今現在お猿さんは見れませんよというような注意喚起が出されております。これはこのような遊歩道が 1.6 キロ続くんですけど、行った結果猿が見れなくてクレームを入れられたりするのを防ぐためにやっているのかなと思われます。特にこの秋口は山に餌が豊富にあるので、猿のいる確率が他の季節より低いそうです。こちらが人間の入る温泉施設、地獄谷温泉となります。この蒸気上がってるところがいわゆる源泉というやつになると思うんですけど、近づけないようにぎっしり二重の柵があります。おそらくめちゃめちゃ暑いと思われます。それで川の対岸が野猿公園の入り口、入場料は大人800円、子供400円になります。こちらが施設唯一の建物で、ロッカーなんかがありまして無料で使えますので、手ぶらで野猿公園を散策可能です。こ
ここでもスタッフの方に今現在猿はいませんと、1時間ほど現れていないというようなことで入場するかどうか再度確認されます。入場料を払ったものの猿が見れずに帰っていく観光客がこの秋のシーズンは特に多いということで、スタッフの方はいろいろと山に猿を探しに行ったり、通り道に餌を置いたり苦労されているようでございます。それでこちらがお猿さん用の温泉ですね。人間は入れないですね。手をつけたりしますとスタッフの方に注意されます。ちょっと引いてみますと全体的にはこんな感じ。正面の山の上からお猿さんがやってくるそうです。この時は10人ちょっとの観光客がおられましたが、大体の方は欧米系の外国人で、諦めて 2,3 組の方が帰られていった直後ぐらいですかね。自分は10分ほど待ちましたが、そうしますと木の上からお猿さんの影が見えてまいりまして、期待大でございます。幸いなことにここは電波が通っておりまして、 YouTube の動画を1本見て終わりかけた頃でございます。ちょっと人間では無理な感じの急斜面ですけど、猿にとっては普通の通り道になっているようで、合計では4匹のお猿さんが降りてまいりました。今の時期オスは単独行動をするようなので、多分メスを中心に親子関係か、あるいは姉妹の関係なのか、そういった集団だと思われます。スタッフの方に話を聞いてみますと、ところどころに餌を散りばめておりまして、それを食べ進めていきますと最終的に温泉付近に導かれるように仕込んでいるとのことでございます。このお猿はちょっとちっちゃいんで多分子供やと思います。それでこっちの2匹のうちのどちらかがさっきのこのお母さんやと勝手に推測しております。およそ5分ほど待っておりますと、野猿公園のスタッフの考える作戦通りと言っていいと思うんですが、温泉の周りに猿が集結してまいりました。この撮影日は10月の上旬ですが、まだ半袖で過ごせるような気温だったので、猿も暑いとなかなか温泉には浸からないそうなんですが、一応温泉の中に餌を仕込んでおりまして、それを食べるためにわずかに浸かることもあるようでございます。それでちょうど1匹入りましたが、浴槽の中央付近がちょっと盛り上がってるようになってまして、ここにたくさんの餌が置かれているようです。この子はさっき橋の上で見た子供になると思うんですけど、右側の猿が親なのか、あるいはおばとかそういう関係なのか、ちょっとこの2匹は仲が悪いみたいです。かなり警戒しながら食べておりますね。こんな感じでバトル勃発後、どこまで行くねんっていうぐらいすごい勢いで山に戻っていきまして、この2匹とあと2匹も同じような感じで釣られて山に帰っていきました。でこの結果全然もう猿がね、しばらく待ったんですけども見れずに諦めてクラブハウスの方に戻ってきました。こちらにもいろいろ展示物や猿の生態系に関する資料、あとドリンクとかお土産とかも販売している形となります。
ちょうどモニターがあったので少し映してみますと、温泉に浸かる猿を見るのは冬がベストなようで、ただここまで来るのに片道2キロ以上は最低でも歩かないといけないので、雪なんかがあると来るのは大変だと思いますが、見る分にはこのようなほっこりとしたお猿が見れるということでございます。帰り道では1匹だけのお猿、単独行動なのでおそらくオスだと思われます。この秋の季節にパートナーを探すということで、年頃の娘さんをずっと探しているということのようです。ということで、この道をまた2キロほど歩いて帰路に着こうと思います。ではご視聴ありがとうございました。